ツン、カツン。あなたたちの耳に入ってくるのは、あなたたち自身が立てる階段を降りる足音。背後に聞こえる下水道の水音も、もうだいぶ遠くなってしまいました。あなたたちは今、地下下水道の隠し扉を見つけ、その先の長い長い螺旋階段をひたすらに降りているところです。おいおい、あんな汚い下水道を通るなんて聞いてないぜ。せっかくの一丁羅が台無しだ。どうせ騙し取った金で買ったのだろう。天罰だわい、まったく。二人とも、喧嘩している場合ではないだろう。これからあの犯罪王の元に乗り込むんだ。もう少し真面目にやれ。そうですよ、ウォーターディープの人々のためにも頑張りましょう。腕いっぱいに大きなうなぎを抱えながら皆様に笑いかけます。エレノア殿、落とすでないぞ。そのうなぎこそ、今回の冒険の鍵。うなぎなくして、ミッション成功はありえぬのだからな。うなぎ、ねえ。そもそも、なんで俺たちはこんな場所まで来たんだっけ？確かあれは、人々の話し声、ジョッキを組み交わす音、そして銀融詩人の奏でる調子外れで陽気な音楽。ここは大都市ウォーターディープの酒場、竜の骨亭。店主が倒したと豪語するドラゴンの骨格が天井からぶら下がっているのが店の名前の由来です。皆様は、冒険家、あるいは食事を求めてこの酒場にやってきました。と、申し遅れました。私、今回 DM を務めさせていただきます。ダンジョンマスター両 AI、花、と申します。以後見知りおきを。本動画はダンジョンズ&ドラゴンズのリプレイ風動画です。キャラクターのレベルは9レベル。国の英雄級の強さを持ち、伝説へと一歩足を踏み入れんとするレベル帯です。個性あふれるキャラクターたちの冒険を、どうぞ心ゆくまで楽しんでくださいね。とにもかくにも、今回の冒険はこの質素な酒場の片隅から始まります。春先の午前の雨が軒先でポツポツと降る頃、皆様は酒場で何をしていますか？よし、それなら俺からだ。俺は酒場でならず者相手にカードゲームでボロ勝ちしてる。くそ、また負けた。伝説の賭博師フィナン様に挑もうなんて100年早いぜ。くそ、ちびすけのくせに。俺がちっこいのはハーフリングだからだ。それに知能と背の高さとは関係ないだろう？そのあたりで酒場の扉が蹴り開けられる。ドボン。フィナン、ここにいたか。今日という今日はとっちめてやる、このイカサマしめ。またあんたか。やめろっておっさん、どうせ今日も証拠はないんだろ？ぐぬぬぬ、確かに証拠はないが、貴様から金を巻き上げられたと被害報告が入っておるのだ。それにおっさん、騎兵団をクビになったんだろ？逮捕権限なんてないんじゃないのか？とおちょくりながら、掴みかかるおっさんの手をかがんで避ける。よい。ぐぬぬぬ、ちょこまかと。壁を走ったり机や椅子を盾にしたり、酒場を縦横無尽に逃げ回るぞ。我が輩はぜいぜい言いながら追いかける。そんな騒動を見ながら壁にもたれるエルフのレンジャーが一人。傍らには巨大な狼を携えている。奴らと、我が王の探す杖とは関係なさそうだ。グルー、お前の鼻が反応していないからな。ぐるるる。しかし賑やかな奴らだ。都市の人間というのはみんなこうなのか？やはり森の外の人間とは仲良くなれそうもないな。ではそこに、新刊風の少女が入ってきますよ。周りをキョロキョロと見回して。おっきいですね。さすが大きな町の酒場。村の食堂とは大違いです。ちょっと。弱い者いじめはいけませんよと。フィナンさんをかばうようにゴードンさんとの間に割って入ります。違うのだお嬢さん、そいつは世界的な小悪党で。まだ子供じゃないですか。もっと優しく接してあげてください。そうだそうだ。ぐぬぬぬ、貴様ではそんな風に皆様が酒場でわちゃわちゃしていると。キャー！扉の外から女性の悲鳴が聞こえてきます。なんだ？
弓を手に取り、相棒のグルーと共に一目散に宿の外へと飛び出す。私も手伝います。エルフの弓使いさんに続きますよ。しめしめ、俺は今のうちに逃げ。逃がさんぞ、貴様も一緒に来るのだ。ムンズと首根っこを掴み、そのまま連れて行く。バカ、俺は逃げ。もごもご。では、戦闘です。ウォーターディープの道路のど真ん中に赤い翼の巨大なドラゴンが降り立ち、近くにいる市民に今にも襲いかからんばかりです。英雄級の強さを持つ皆様にふさわしい D&D の看板モンスター、レッドドラゴンを登場させてみました。なぜウォーターディープの街中にドラゴンが？あんたの元仲間のグリフィン騎兵隊は何やってるんだ？では、イニシアチブ順に行動していきましょう。まずは私からだな。ボーナスアクションを使いハンターズマークの呪文で獲物に印をつける。怒涛のアクションを使用し、レッドドラゴンの鼻面に向かって合計4発の矢を追いかける。森だろうと都市だろうと、人々の安寧を脅かす者は私たちが許さない。命中、ダメージは、よし。手番終了。次は私ですね。エルフさん、これを。ボーナスアクションでハープを鳴らしてハルミレさんに声援を送ります。誰か知らないが、助かる。そして皆様に支援の呪文をかけますよ。レベル2スロットを使ってブレスの呪文を唱えます。ラサンダー様、皆様をお守りください。矢を追いかけられたドラゴンは、あなたたちを睨みつけます。そして、その口から炎のブレスを皆様に吐きかけます。油断するな、来るぞ。アブソーブエレメンツで抵抗を得てなんとか耐える。ガハハ、機関。あんたの祝福のおかげだわい。おっさんは体力あるからいいけど、こっちは死ぬところだぞ。鍛え方が違うわい、鍛え方が。ドラゴンは高さ10フィートまで飛び上がります。よし、俺の手番だ。呪文を詠唱する。スチームウィンドストライク。おっさんの腕の中から瞬間移動で消え去り。レイピアでドラゴンへと風のように打ちかかる。その後、ドラゴンの足元へ着地。ドラゴンは大きくたじろぎますが、ぐるりと回って空中で姿勢を立て直します。我が輩の番だな。オート影に突撃し、街を脅かす輩は、我が輩雷鳴の合同が許さんぞ。飛んでるユーニおっさんの攻撃は届くのか？本来なら届かんが、踏み込み攻撃で飛び上がれば届くのだ。我が輩はこいつを2回の攻撃に適用。ガハハ、うぬぼれで低く飛んでいたのがあだとなったな。ドラゴンは怒りに任せ、大きくいななきます。私だな。弓で2本の矢を追いかける。矢が首の根本に深く刺さり、今にも落ちそうですがまだ飛んでいます。足りないか。だが、まだボーナスアクションでグルーが動ける。ゴードンを踏み台に、レッドドラゴンへ飛びかかりたい。可能か？ゴードンさんを踏み台、ですか？ガッハッハ、また決体な作戦だのう。可能としましょう。ただし不安定な足場ですので、跳躍から攻撃につなげるには筋力運動判定で10以上を出してください。十分だ、助かる。頼むぞ、グルー。よし、成功。ゴードンを踏みつけて跳躍し、ドラゴンの首筋へと噛みつく。大谷の牙が竜の首に食い込み、大きくいななきます。竜はその曲をぐらりと歪ませたかと思うと、音を立てて街路の上に倒れます。戦闘終了です。皆さんすごいです。あんなに大きなドラゴンをあっという間に倒すなんて。あんたの支援があったからだ。助かった、ありがとう。しかし若い個体でよかった。生体ならこうはいかなかっただろう。だがなぜウォーターディープにドラゴンが？魔法の結界でドラゴンは街に入れないはず。ガハハ、何にせよ怪我人が出なくてよかったわい。あなたたちの後ろで、パチッ、パチッ、パチッとゆっくりと手を叩く音が聞こえます。振り向くとそこには、大柄でハンサムな男があなたたちに称賛の拍手を送っています。黄色の服に、腰からレイピア、いかにも伊達男といった風貌です。ブラボー。まさかあのドラゴンをいともたやすく退けてしまうなんてね。えへへ、なんだか照れちゃいますね。愛想の良いやからはアウルベアと同じくらい信用ならない。気をつけろ。なんだかいけすかんやつだ。名を名乗れ、名を。そうですか？すごくいい人そうですけど。これは失敬。私の名はザードズゾード。以後見知りおきを。と、嫌に丁寧に優雅なお辞儀を披露します。ザードズゾードの名を知っているかどうか、知力判定してみましょう。ザードズゾード、サーカス美しき人魚団のオーナーか。裏社会の犯罪者どもがあんたのことをたびたび噂してるぞ。なぜでしょう、見当もつきません。それより、皆様手誰のようですね。一つ大きな仕事を頼まれてはいただけませんか？怪しい。当局に突き出した方が良いのでは。一体どんな依頼なんだ？皆様にはこの町の犯罪王の首を取っていただきたい。犯罪王の首？一体なぜそのようなことを？いや何、この町をより良くしたいだけですよ。
すごく素敵な考え方だと思います。殺しちゃうのは賛同できかねますけど。むむむ。良いやつ、なのか？建前はいい。具体的な依頼内容を教えてくれ。おやおや、これは手厳しい。いやね、簡単な話ですよ。この町の地下には、巨大な犯罪ギルドが潜んでいるのです。その犯罪ギルドの頭を潰す手伝いをしてほしい、というわけです。ギルドの名はザナサーギルド。ザナサー？また大物の名前が出てきたな。ザナサーといえばこの町の裏を仕切っている犯罪王ではないか。ちなみにザナサーというのはウォーターディープの地下迷宮に住む犯罪ギルドの長の名前です。サプリの名を冠するくらい現実世界でも有名な人気キャラクターです。そんな大物を、俺たちにどうしろと？何も直接首を切れとは言いません。ちょっと忍び込んで、工作活動をしてほしいだけ。ザナサーギルドのアジトへの隠し通路をお教えしますので、アジトへと忍び込み、ザナサーが大切にしているあるものとこれを、入れ替えてほしいのです。そうそう、それでこのうなぎを渡されたんでしたね。しかし金曜こよなく愛する犯罪王とは、ザナサーも変わったやつだのう。きっと本当は心の優しい方なんですよ。犯罪王のペットの金魚とうなぎを入れ替えてこいだなんて。まったくふざけた依頼だぜ。ま、俺としてはあれだけ報酬金を積まれたら文句はないけどな。犯罪王なら宝物も溜め込んでいるだろう。私の探しているものもあるかもしれないな。春にれと言ったか。お主、何を探し求めているのだ？私か？私はだな。そんな風に皆様が話していると、階段が終わります。階段の突き当たりには、石の扉が、真ん中には大きな目の紋章が刻まれています。この先がいよいよ犯罪王の巣窟というわけか。皆さんのこと、私が守りますね。よし、開けるぞ。というわけで、1話はここまでになります。楽しんでいただけましたでしょうか？続く第2話で冒険者たちは犯罪王ザナサーの巣窟へと踏み込み、彼の愛する金魚の身柄を狙うことになるわけですが、それは次の動画で語るとして、アジトに足を踏み入れる前に、プレイヤーキャラクターの紹介をしておきましょう。セッション中ではさらっと流しちゃいましたからね。この後はキャラクター紹介のみになりますので、興味がない方は飛ばしていただいて構いません。第2話もぜひご視聴くださいね。さてさて、魅力的な冒険者たちでした。ハーフリングの魔法剣士に、元グリフィン騎兵隊のファイター。狼を連れたエルフのレンジャー、そして新刊の田舎娘。むむ、誰から紹介すべきでしょうか。ふーむ。よし、決めました。今回紹介するのはこちら、ハーフリング、ウィザードのフィナンさんです。俺から？トップバッターはゴードンのおっさん向きだと思ったんだけど。まあいいや、フィナンのキャラクターについて紹介すればいいんだな。ぜひお願いします。OK。良い感じの BGM に変えてもらっていい？俺っぽいというか、おしゃれでクールというか。かしこまりました。インストールされている3万曲の中から、フィナンさんに最適な楽曲を用意いたします。花ちゃん、真面目に探してる？お？良さげなベース音。俺の名前はフィナン・ギルバート。剣士で、魔術師で、色男。そして、ソードコースト中に名を轟かせる名うてのギャンブラーだ。ハーフリングらしい田舎の暮らしに愛想を尽かして以来、キャンドルキープ、バルダーズゲート、ラスカン、チャルト、いろんな街で稼がせてもらった。今はこの街に腰を据え、貴族や悪人相手にイカサマでボロ儲けさせてもらってる。いわゆる義族、ってやつだ。おかげさまで名前も売れて、女の子にも困らな。いや、それはいいか。俺にあるのはギャンブルの腕だけじゃない。戦闘の腕も相当なもんだ。クラスはウィザードのブレードシンガー。魔法も使えて剣技も得意。できないことは回復くらい。秘術薬だけでなく前衛もこなし、臨機応変に立ち回るのが俺の仕事。パーティーの石膏がレンジャーだからな。鍵開けやイカ様、裏社会での情報収集なんかの街でのローグの仕事は任せてくれ。と、何でもできる上に危機的状況も打破できるってのがこのフィナン・ギルバート様ってわけ。呪文リスト、カモン。前衛も兼ねるブレードシンガーらしい呪文を揃えてる。5レベルの必殺呪文はさっき見せたスチームウィンドストライクと、物体やクリーチャーを動かすことのできるテレキネシス。相手に接敵しつつ範囲で攻撃できるスチームウィンドストライクは、まさにブレードシンガーらしい呪文ですよね。そっちもいいんだが、俺のお気に入りはテレキネシス。栄唱が必要なのがたまに傷だが、うまく使えばイカ様にも使える。フィナンさん、いい性格してますよね。ギャンブルの方にいろんな物をかっぱらってきたから。装備品は魔法の品だらけ。例えば、魔法使いの師匠から逃げ出す時にくすねたこの魔法のレイピア。合言葉を唱えると宙に浮く、便利な剣だ。
師匠、相当プッツン来てたから、もし再会したらぶっ飛ばされるだろうな。いい年だったからもうウォッチン出るかもしれないけど、旧レベルのフィナンさんの師匠ですから、相当高名な魔術師なんでしょうね。その他は大体ギャンブルで奪い取ったものだな。とまあ、そんなところだ。よろしく頼む。ありがとうございました。憎めない素敵なキャラクターですね。こういう形で動画1回につき1キャラ紹介していきますね。次回は重装戦士のゴードンさんを紹介します。おっさんは意外とキャラクター設定作り込むタイプだからな。そうですね、どんな風に紹介してくれるのか今から楽しみです。それでは、また次回、お楽しみに。チャンネル